Meshtabi. Season 4. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Meshtabi saw Shuhen number 11 des. それでは早速、 Let's get it started. 2. Kuriyama. Hara Hei Ta. 人、バイク、大人気ですよ。1961年創業の大人気店、原平太さん。ここは昔からの常連さんは太田食堂って呼ぶんだって。なんで？もともとは現オーナーのおばあちゃんが始めた太田食堂が始まりで、昭和58年に店舗が全焼してしまって、中華園太田として再始動して、それからあんなことやこんなこともあって、原平太になったんだって。ってことはオーナーが原平太さんじゃないんだ。原平太？知らない？たけしが刑事役のやつさ。警視庁北野警察署少年特捜班よろしくこと原平太ってね。全然面白くなくって3ヶ月で打ち切りになっちゃったみたいだけどね。何それ、全然何言ってるかわかんない。また古すぎのやつでしょそれ。そうでもないよ。1982年かな。いや、十分古いです。このチャーハン見た目が G カップぐらいかな。憧れのサイズ感ってか、食べきれそうなサイズがいいのかもね。なんだかあっちもこっちもチャーハンだらけ。隣のお父さんチャーハン愛の語り熱かったね。この甘みは。ねえ、甘み入ってるよね。みりんかな、めんつゆ的な。チャーメンも見た目は濃ゆそうだったけど優しい味付け。これが守られ続けてる先代のおばあちゃんの味なんだろうね、きっと。いやー、これはチャーハンに紅生姜を初めて乗せたパイセンに感謝です。4. Yubari. Usagiya Kasiho. 昭和6年創業、夕張の老舗うさぎ屋さん。長沼のセブンで偶然見つけたこのシナゴモンことシナモンドーナツ。シナモンドーナツ一目惚れでした。これうまいんさ。こっち方面来るたびセブンのレジ前探しちゃうんだよね。ねえ、美味しいこれ。安藤夏好きにはたまらんす。シナモンフレーバーってのがまた最高じゃござんせんか。美味しいわよね。ふわっと甘さ控えめでシュガシュガしてないのがいいわね。シュガシュガやぶティー。 5. Mikasa. Saraceno Shock Door. 三笠にある大正9年創業のお店。なんとも風情のある佇まい。2020年に一度閉店を余儀なくされ、町の人たちのなくしてほしくないとの声を聞き、三笠市が地域おこし協力隊制度というものを使って4代目を募集し、今の存続が実現したんだそう。それすごいね。なんとも素晴らしい取り組み、アメイジングじゃないか。そんなさらしな食堂さん、名前の通り綺麗で真っ白なさらしなそば、キリリと締まって喉越し最高。はたまた聞き慣れない卵丼ってこれめっちゃ気になるんですけど、これは飛ぶぞ。マジで？って卵でしょ？甘いのかな？そう、卵オンリーだけど、ふわふわ卵に甘辛だしのつゆだく系、親子丼の具抜きっていうのかな。いや、親子丼の具抜きって全然そそられないんですけどとにかく美味しいんだって。今回はカツカレー任務があったから食べられなかったのが悔しいです。6. Mikasa. Chao Ador Inabakashtan. 昭和5年創業、三笠の老舗菓子店。赤い看板がひときわ目立ちますね。店内も期待を裏切らない昭和感。いいっすね。これが食べたかったんさ。三笠のソウルフード、ココナッツロール。たっぷりのココナッツがこれでもかっとまぶされて、ココナッツ好きにはたまらないね。バタークリームくど、か。向こうか？バタークリームもしつこくないから食べやすいんだよね。おじさんこれ好きだわ。初めて食べたのにどっか懐かしい感じがするね。これ昭和からあんのかな？だとしたらかなりハイカラだよ。確かに。ココナッツロールだけお一人様20個までっていうポップが人気商品であることを物語ってるよね。出した。雪国のココナッツロール。冬なのにココナッツロール。7. Iwamizawa. Mirite. こちらは視聴者さんからのタレコミ情報でお邪魔しました。デカ盛りで有名みたいです。完全なる住宅街の一角
くまだ19時前ですが、辺りは真っ暗でございます。タイムトラベルしたような錯覚。ここは未来なの？過去なの？ムードは完全昭和50年代にタイムスリップって感じよね。まあ未来感はゼロだね。カツカレーの大盛りはなんとご飯4合。普通盛りで2合とのことなので極めて少なくお願いしました。それを聞いてビビった私、本当は名物オムライスをいただきたかったのですが、おじさんの助言もありオムライスを諦めエビフライ定食を。ね、正解でしょ。爆カツカレー&オムライスじゃ逃げ場ゼロの炭水化物祭りっしょ。いやいやでかい。笑える。カツカレー、これご飯少なめなんすか？しかもお皿が皿じゃないよ、これ盆じゃねえか。お持ち帰り用パックに80個パーくらい。80個パー？中国の人か85パーくらい入れたよね。いや、お持ち帰り用パックなかったらやばかったよね。あれだよ、オムライスも多分爆裂系でしょ。マジオムライス回避神判断。普通に美味しかったのが救いだけど、中年カップルには量がやばすぎですわ。カレーめっちゃおじさん好みのシャバウマだったけど、カツ系がシークレットシューズ履いてたのがちょいきつめだったね。はいはい。他にも高島屋食堂とか三井食堂とか、この界隈名カツカレーがございますですね。カツカレーマニアの方はぜひカツカレー3連発でどうぞ。どのカツカレーもそれぞれ違うタイプの美味しい懐かしいカレーばかりですよ。8. Iwamizawa Bakery Shishimaru。 岩見沢駅前にある地元で大人気のベーカリー。各色から惣菜パン、スイーツ系と種類も豊富。おまけにリーズナブル。どこも価格高騰で値上げラッシュの中、このお値段は安い。このクレープすんごい半端ない。カスタードびっしり。でもくどくないから止まらない。チーズパイもずっしりだけど爽やかでいいわ、これ。爽やか？チーズパイ食べて爽やか？ね、さっぱりしとる。近所に欲しいな。これ近所はやばいかもしれんね。近所にあったら太っちまいます。はあ、そっか。こんなのいつも食べてたら G カップになっちゃうね。G カップは歓迎するけど、他にもいろいろでかくなっちゃうのね。Shikai no Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Sapporo Tsukisamu Kaiwai des. O Tanoshimini. See you soon. ボヘミアン・ラプソディ劇場でめっちゃ泣いてたよね。泣いたね。人生で一番泣いたんじゃないかな、あの時。映画の3分の1は泣いてたよね。しゃくり入ってた。あの映画でそんな泣く？いや、参ったね、面目ね。自分の青春とドカぶりの内容だったからね。そっか。おじさん生クイーンも2回見てるしね。日本で？そうだよ、札幌来たんだよね。1979年だったかな。人生で最初に見たライブがクイーンさ。2日公演の初日のチケットだけ持ってたんだけど、あまりにも感動して2日目も当日券で行っちゃったよね。へえ。後にも先にもあれ以上のライブは人生ではないね。クイーンはすごいわ。すげえ。フレディのツバめっちゃ飛ぶ。立派ですからね。ボヘミアン・ラプソディは劇場で見た後、ネットでも3回は見たね。やっと泣かないで最後まで見れるようになったね。よかったよかった。私にとっての直しかね。早尾シリーズは全泣きだけど、おじさんほどではないわ。年取ると涙腺とかいろいろ緩んで大変ですわ。こら。先週も泣きっぱなしでしたわ。ああ、サッカーね。すごいよね。日本がドイツに勝ったぞ。日本がスペインに勝った。サッカーで日本がスペインにワールドカップで勝った。日本がドイツとスペインのいるブロックで首位通過。ほれほれ泣くんでない。スポーツはいいよね。真実しかないから。スポーツ泣くね。泣く。しゃくったね。最近はすごいわね。渋谷の全英でしょ。あと松山のマスターズ。日本人がマスターズ勝つ日がこんなに早く来るなんてね。すっげえな。ワールドカップは残念だったけど、
ドイツとスペインに勝ったんだからね。そうだよ、もう大満足さ。負けちゃったけど、前回準優勝のクロアチアと引き分けみたいなもんだからね。ね、せっかく突破したんだから、なんちゃらチッチもモンチッチもやっつけてほしかったな。クロアチアの名前面白いよね。リバコビッチ、イブシッチ、グルノビッチ、グルビッチ、ウラノビッチ。バリシッチ、エルリッチ、スタニッチッチ、スタチッチ。ヤキッチ、パラシェッチェッチ、ブラビッチ、シビロ、ブロゾボイッチ。コバチッチ、クラモモリッチ、ペリシッチ、モドリッチ。モドリッチも37だぜ。オルシッチ、ベトコビッチ、リバコビッチ、ビビチシッチ。もういい、もういいよ。モンチッチってクロアチアの人形？かな。Meshtavi. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtavi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Tsukisamu Kaiwai 11 des. Let's get it started. 1. Chu Odori 5. Sims Lane Burger Stand. 2019年7月オープン、36号線沿いのおしゃれなカフェ。シムズレーンはシンガポールの地名で、以前店主とその奥様が住んでいた町の名前なんだそうよ。とこだね。行ったことあんの？Google マップでね。またそれかい。シンガポールらしい綺麗なとこですね。ハンバーガー美味しいね。お値段もシンガポール気味でちょいお高めだけど、肉々しいパテが野生的でいいですね。サワークリームオニオンがあるのが嬉しいです。おしゃれで楽しいハンバーガーショップね。どっかドライブコースにあったらいいのにね。ドライブコース？例えば？イメージ的には南の島のビーチロードだったら最高だけど。そりゃそうばい。むちゃ言うね。3. Tsukisamu Higashi. Menya Takahashi. なんと女性2人で切り盛りするつけ麺屋さん。10時半のオープンにはいつも待ってる人がいますね。店主さんは男性で、ナンポロのラーメンの方にいらっしゃるそうよ。ナンポロで高橋さんも気になりますね。ナンポロで高橋さんはつけ麺じゃなくってラーメンで勝負なんだよね。そうみたいだね。こちら月サムはつけ麺メイン。本麺と冷麺からチョイス方式。今回は締めた冷麺チョイスでいただきました。もはやうどんのような極太麺は10分以上茹で時間がかかります。意外よね、女性のつけ麺屋さん。イメージ的には大正軒とか六輪車のこのイメージが強いからね。だけどさ、女性が作るつけ麺だから優しいのかななんて思ってたんだけど、かなり喉パンチでしたね。これは男らしい一杯です。あら、私も食べたい。特にスープ割り入れてからのスープね。男らしいパンチの効いた醤油だれをナチュラルな風味の優しいスープが包み込んでたまらんかったぜ。これうまい。やっぱりスープ割りよね。このまま第2ラウンド替え玉で魚介豚骨ラーメンいただきたくなりましたね。そんなオプションないでしょうが。月サムのラーメンレベル高いわ。味噌つけ麺も食べてみたいね。 5. Chu Odori 5. Aesop Bakery. ここの本店は北13条のパン屋さんなのですが、月サムに来ちゃいました。テンション爆上げのパン屋さんでしたね。ウハウハが止まりませんでした。はい、洋菓子屋さん何軒 ?3 軒ムムムだったんだよね。三振ばっかりだったからね。そしたらイソップさんで逆転ホームラン。パティスリー真っ青の美味しい甘系パンだらけでしたね。シュガートースト危険ですね。うっかり一気食いしちまうところさ。危ない危ない。だけど食べ出したら止まらんのよあれ。厚さ800万クラスかな。あるね。惣菜系もうまそうだったな。ポテサラパンが気になって仕方ない。人気なのね。売り切れてた。ビートルズの名曲アクロス・ザ・ユニバースはジョンの最初の奥さんシンシアのオチのないどうでもいいエンドレスなおしゃべりにイラッとした時に思いついた曲なんだぜ。意外。でもどうして今それなの？どうしてかね。宇宙を超えて食べ続けてしまいそうなシュガートーストには注意が必要だね。だね。だね。9. Chu Odori 10. Chugaku Shun Saibo Kozuki. ニノの姉さんが月サムで一番自慢という中華。
ね、そう言われたら来ずにはいられなかったわよね。てか速攻襲撃、しかも2連発でございます。はい、美味しい。麻婆タンメン絶妙。はいそこっていう味。しびれ辛さのバランスが絶妙で、これはドストライクです。これでもかっていうエビエビチャーハン。G カップ以上かな、このサイズは。何サイズこれ。 ABCDFGHIJKLMNPPPQQ 落ち着け、落ち着くんだ。感想無理かと思ったけどペローいっちゃったね。ペロリンチョ。ここは何食べても美味しい予感しかしない。チンジャオロース気になる。はい、翌日再登場でございます。昼になるのが待ち遠しかったぜ。噂のカツカレー言われたら来ずにはいられませんでした。ここの大将は凄腕ですね。どうやら調理学校の教壇にも立ってるようですね。他の店とは俺は違うっていうプラウドがすごいっす。カツカレーからもただものならぬ片鱗が垣間見られましたよ。よかったね、美味しい中華屋さん見つかって。ニノのお姉さん教えてくれてありがとうございます。10. Tsukisamu Nishi. Ramen Yoshi. 豊平のおじさん大好きよしさん。私はまだ一度も食べてないのにまた置いていきやがったな。多分グリーンには濃すぎだと思うんだよね。だって妹の眉毛ぐらい濃いんだよ。濃いね。だろう、よしさんのラーメン1年ぶりかな。やっぱり濃いんだけどもうまい。決してしょっぱくはないんだよね。濃厚なのさ。改めてうまい。これは名ラーメンです。ちっけじょー、そんなに美味しいのに一人でずるいぞ。この濃厚魚介魚粉系の味は六輪車の爆発的ヒットで一気に日本中に飛び火した味だと思うんですよね。元祖は中野の青葉さんだとか名古屋のすごき屋さんとか諸説あるよね。おじさんも行列がすごすぎて近隣住民への配慮から閉店せざるを得なくなった伝説のお店六輪車が2009年東京駅八重洲口に移転オープンと聞き、飛行機に飛び乗っちゃいましたね。すぐ行くよね、そういうの。オープン2時間以上前から並んだ過去最強並んだラーメンですね。常にゴールデンウィークの番内食堂状態さ。そりゃやばい。閉店に追い込まれるのもわかるわ、それ。だろう、いやうまかったよね。あの時は知らない未知の味でしたからね。あれ以来虜なんさ。この六輪車が起点になり、濃厚魚介系つけ麺ラーメンが一斉に日本中に飛び火して様々な名ラーメンが誕生していくんだけど、北海道の代表格がこのよっさんではないでしょうかね。なるほどね。六輪車って本当にすごいのね。今度東京行ったら絶対連れてってね。11. Tsukisamu Higashi. OJ Coffee Times Tani Ta Cafe. 月寒グリーンドーム跡のショッピングモール。今まで全くなかったタイプのショッピングモールよね。特にこのレストランエリア、コポロバが充実してるの。北海道では見かけないタイプのコンプレックスだね。大和ハウチュっぽいやり口だなって思ったら、はい、大和ハウチでしたね。マジも大和ハウチュ。トライアルは24時間営業だから超便利なんだよ。豆イカからストーブまで何でも揃うしね。スーパーと島村とホーマックと業務スーパーがオールインワンみたいな便利ささ。確かにそうだけど。いやー、タニタカフェ楽しいレストランだったね。ね、メニューアイテムにびっくり。そばラーメンからスーカレー、パスタにハンバーガーまで、カツカレーもあるよ。トンデンとデニーズと米田コーヒーがオールインワンになった感じ。トライアルのレストラン版みたいな感じだね。めちゃくちゃコンビニエンス。野菜が強制的にたくさん取れるのがラーメンカツカレー系男子には嬉しいね。ね、野菜のバリエーションが豊富でどれも一手間かけて美味しくなってる。薬膳とか病院食みたいなイメージしてたけど違うね。ああ、野菜たっぷりの美味しいワンプレートだったな。ハンバーグはびっくりドンキーより好きになりそうな美味しさだったぜ。バジルつけそばもバジラーにはたまらない一品ね。これは女子好き系。いや、納豆ドレッシングには驚いたね。だからあれは納豆じゃないの。
ワインビネガー。完全納豆フレーバーだったよ。natto まあ、確 flavor, かに納豆っぽいけどね。スタッフもお客さんも女子率バリ高ね。あら、男子アートだけだよ。Chikaino Meshitabi wa, Gachi de Mata Tabathai. Sapporo, Miso Ramen des. Otanoshimini. See you soon. 一回、個室列車に乗りたくてさ、マレー鉄道っつって、タイから、シンガポールに行く列車ね。個室を取って、楽しみにしてたんだけど、一人だったらいいなと思ったんだけど、タイ人の銀行マンと一緒だったんだよね。またすごい人。まあそれはいい人で、気さくになんかいろいろ話しながら楽しんでたんだけど、まあショッピングモールと一緒さ、冷房が尋常じゃなくて、夜寝るときは2段ベッドになるんだけど、俺上の段でさ、エアコンの吹き出し口が目の前にあんだよ。きつい。でそのコントロールができないんだよね。止めたりできないんだ。止めることしかできないのさ。でね、タイの密室でエアコンを止めるったら今度やば暑いからさ、止めてもいいかって言ったらさ、おいおい勘弁してくれよってなるっしょ。そのやりとりをうまくできなかったんだよね。二人とも片言の英語で会話してたからね。ほらおじさん超遠慮しいだからさ、向こうはいつも乗ってるトレインだから防火もちゃんとしてるだろうし、いやタイからシンガポールへ赤道に向かって南下してるのに凍え死にそうになってる自分が不憫でならなかったよね。いや死なない。エアコンで凍え死ぬなんて聞いたことないよ。マジで人生で一番凍え死にそうな一晩だったね、あれはね。寝るな寝たら死ぬぞって。Meshtabi. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Miso Ramen 10 des. Let's get it started. 1. Minami Sanjo East 1. 1947. Daruma Ken. 1947年、富山出身の西山千治がたぬき小路2丁目、現在の南三条東1丁目あたりにだるま軒というラーメン屋台を開業。西山千治の東京で覚えた乾水を使った麺作りが定評を呼び、札幌で麺を作らせれば西山千治の右に出る者はいないと大盛況となりました。大盛況と言ってもコープじゃありませんよ。コープ？1949年には店舗だるま軒を構え、週末には800人から1000人の客が押し寄せたそうな。1000人？すっご。でもって富山のいとこを呼び寄せて1950年本格的な製麺に乗り出し、1953年には西山製麺を立ち上げ、その時顧客はすでに80件以上に上ったそうだ。当時その麺の美味しさが話題となり、麺はあちこちから注文が舞い込むようになって、西山製麺は有名になっていったんだそうだよ。1946. 1946年、このだるま軒より1年先に龍鳳を開業していた天津からの引き上げ者、松田勘七師匠もこれつわものでね、冬場寒い札幌においてもスープが冷めないようにラードを浮かべるスタイルを編み出したのが勘七師匠。へえ、そんな昔っからあったのね、あのラード。けど注意のやつ。他の地方へ行くとやたらラーメンがぬるく感じるのは勘七師匠のせいだったのね。せいって。ある晩、勘七師匠は鍋の火を消し忘れ、やっちまったなぁと翌日すっかり煮詰まったスープでラーメンを作ってみたところ、その力強い味わいが意外にもお客に大好評という偶然からスープは徐々に濃厚味になっていったそうなんだよ。結構棚ぼたあるね。また隣の屋台でうどんを出していた大宮森人にラーメンの屋台を勧め、ラーメンの調理を教えたのが勘七師匠。大宮森人ってあの三平の？そうさ。勘七師匠は札幌ラーメン史に欠かせない存在なのさ。龍鳳は残念ながら2008年に閉店してしまいましたね。へえ、結構最近まであったんだね。2008年を最近って言うようになったらあんたもまあまあだね。2. Manami Ichi Nishi 3. 1948. Ajino Sanpei. 戦前戦中は
満州鉄道の機関士だったという大宮盛人が1948年札幌でつぶ貝うどんの屋台を開店。1950年昭和25年に屋台営業で稼いだ資金をもとに劉邦の寛七師匠に教わったラーメンに試行錯誤を重ね、南七条西三丁目に開業したのが味の三平。南七条西さん言うたらラットのとこらへんじゃない？そうだね。三平さんって最初すすきのだったんだね。だね。1955年に味噌味麺を開発し、最初は催事のみで提供してたみたい。それが好評だったので1963年正式にメニューになったそうだよ。それが札幌味噌ラーメンの始まりってわけね。当時はストレート麺が当たり前の時代に西山製麺二人三脚で縮れ麺を生み出したんだそうだよ。何かと縮れるわね、北海道。こうして生まれた味噌ラーメンも大宮師匠はその製法を惜しげもなく独占することなく公開したため、他のラーメン店も味噌ラーメンをメニューに加えるようになり、現在の札幌ラーメンの発展につながったようだよ。太っ腹だね、大宮師匠。当時札幌では湯を沸かす大釜も薪の時代、機関士だった大宮師匠は火力のある石炭を使って茹で時間を短縮したり、麺が茹で上がるまで手持ち無沙汰なので、その間フライパンで野菜でも炒めちゃおっかなと、玉ねぎもやしキャベツなどを炒めてのせる定番スタイルを編み出したんだって。めちゃめちゃ編み出しまんだね、大宮師匠。もやしは戦後高価であった玉ねぎの代用品なんですって。これ燕三条ちゃっちゃ系の逆バージョンだね。ほんとだ、高価なネギの代用品で定番になったんだよね、燕三条の玉ねぎトッピングは。ラーメンにひき肉を入れたのも、ニンニクを使い出したのも、ラーメンライスを始めたのも、シューマイをウスターソースで食べさせたのも師匠なんだって。いろんなことを始めてはる。大宮盛人恐るべし。 C. Manami Juichijo Nishi 1 1964. Sumi Rei 1964年、純連と書いてすみれと読む。すみれが開業。純連すみれ系のゴッドマザーこと村中明子さんが札幌の中の島にラーメン屋を開いた。なんと驚いたことに読み方がむずいのは店名だけじゃなく師匠の名前もだったんさ。明子と書いて明子と読むんだぜ。そうなの？珍しいね。そういうの流行ってたのかな。様々なスパイスの効いた濃厚スープにコシの強い麺を合わせ、表面を熱々のラードで覆ったラーメンは当時ある意味異端とも言えるパンチの効いた一杯だったそうですよ。そうよね、すごいパンチよね。それで人気になったのかな。1982年7月、体調崩して惜しまれながらも閉店してしまうんだけどもね。そうなの？でも翌年、南11条西一でゴッドマザー明子師匠が復活。この時に店名をすみれから純連に変えたんだって。すみれって読ませるはずが、ほとんどの客が純連純連って読んじゃうもんだから、じゃあ純連にしちゃえみたいな感じでね。この純連がとんでもない札幌味噌ラーメンの源流になっていくわけね。だ。1987. 1987年、明子師匠からののれんを引き継ぎ、長男村中則義さんにより南区住川に純連が移転開業。その後、現在の平岸に移転し、今でも大行列の札幌味噌ラーメンの代名詞的存在だね。おじさんも初めて明子師匠系のラーメンを食べたのがここ純連。1990年代後半ぐらいかな。麺に感動してね。アルデンテやって思えばこれが森住麺との馴れ初めだね。馴れ初めて初めて体験した歯ごたえのあるコシの強い森住麺にハマって定期的に食べてたよね。確かに純連の麺は最強かもね。てか私も森住麺大好きだろう。未だにたまに行くよ、純連は。だけど5ミリラードはさすがにきついな。おじさんかなりのラーダーなんですけどね。Larder. ミリ単位でラード注文できたらいいのにね。それいいね。今日は2ミリで。で、ここ9時間。4. Nakanoshima 1989. Sumi Rei 明子師匠の三男信義さんが兄の純連で修行後に立ち上げたのがここすみれ。横浜ラーメン博物館に出店したのを機に全国区へとその名を轟次郎。懐かしい轟次郎。びっくり日本新記録ね。
横浜ラーメン博物館の出店は明子師匠以外親戚全員反対だったらしいんだよね。おじさんは賛成したんだけどさ。いや、アートは関係ない。完全なる部外者。高級ホテルやドイツの和食レストランなどで存分に腕を振るった和食の料理人であった信義師匠は、純連のラーメンに独自のアレンジを加え、似てるけど微妙に違う独自のラーメンを開発。こちらが人気を博していきます。今となっては確かめようがないんだけど、今回久々にすみれ食べてなんとなく別なものになってた気がしたよね。時代の流れで進化したのかな。純炭系の代名詞5ミリラードは健在だったけど、味はね、ドパンチ系じゃなくてなんか優しい味になってた気がする。麺も衝撃の西山麺へチェンジってことだったのでね、どんな麺なのかを確かめたくて、私は今17歳。もしかして南沙織？どいどいひ。純炭系は森住製麺さんとセットかと思ってたよね。びっくりよね。西山製麺特製33丸麺ってやつね。これはこれで美味しかったぜ。ちょっと細くなったのかな。そうかな。体重は変わらないんだけどね。ごめんじゃねえわ。5. Suzuki no 1999. Keyaki. 1999年世界滅亡なのかと思いきや、なんと欅という味噌ラーメン専門店がすすきのにオープン。開業からすぐさま行列をなし、瞬く間に有名繁盛店の仲間入りを果たしたのも記憶に新しいですね。すっごい行列だったわよね。今思えば純炭系ではない貴重な繁盛店よね。そうなのさ。突如として現れたこの欅さん、実はすすきのでは欅以前から有名な1983年開業の和食店わびさびの店主ニトリさんのお店。わびさび時代、客にめちゃめちゃ味噌ラーメンはどこが美味しいと聞かれまくったのがきっかけとなり、味噌ラーメンの発想が出てきたみたいだね。そっか、確かに違う町行ったら聞くわね。美味しいラーメン屋さん。出張観光族にとって欲しい情報はラーメンとキャバクラだよね。まあそうね。それで味噌ラーメン専門店をやったってわけね。でも20年以上経った今でも行列ってのがすごい。しかもすすきので午前10時半オープンなのに開店から行列ってすごくない？びっくりだよね。すすきのだからさすがに昼間はそんなに混んでないんでないのって思ったよね。ねえ、常に行列。おばちゃんに聞いたら、やっぱり夕方3時から4時ぐらいに行列が途切れることがたまにあるって言ってた。冬の北海道で外並びってきつくなくないですか？きつい。だけどやっぱり名店で食べたいもんね。なんとこちらのニトリ師匠、お値段以上ニトリのお兄さんなのよね。やっぱり儲ける才能って先天的なものなのかな。うちの家系はみんなサラリーメンだもんな。6. Misono 2000. Saimi. 店主の奥正彦師匠が札幌の名店すみれの味に感動し、すみれで約7年間修行し、この味噌ので麺やさえみを創業しました。初めてサイミで味噌を食べた時のことを鮮明に覚えてますね。ラーメンが目の前に運ばれてきて、あんなにいい香りがしたことって経験なかったから、すんごい食欲をそそるいい匂いがふわっとね。あ、この人天才だと直感的に思ったよね。さえみは一口目ははてなってタイプ。はいはい。食べてるうちにじわじわと美味しさを感じてきて、食べ終わる頃には幸せのひとときが終わっちゃうって思うの。そうだね。刹那系ってやつですね。食べ終わってしまうことが切なくなる系ってことね。はい。名料理は刹那系が多いですよね。飯旅ーズは刹那系大好きなんです。ふむふむ。そしてシャッキリもやしと野菜の香ばしい香り、これだよね。これ最近の札幌味噌にはこの感じがないんだよね。やっぱうまいぜこれが。最近はさゆみさんのお弟子さんのお店も結構あるよね。北見にまで。一通り食べてるけどね、やはり師匠が偉大だね。清宮くん頑張ってね。応援してる。そういう比喩。7. Manami Juyuichijo Nishi 1. 2000. Okami Soup. 2000年開業の狼スープさん。こちらもまたまた純炭系。単身で札幌に移り、24歳の時に狼スープを開業。
横浜のラー博でスミレの村中師匠と出会ってラーメンの世界へのめり込んだみたいですよ。へえ、それで札幌に。でも純炭系とは思えない優しめの味よね。私が好きな数少ない味噌ラーメンの一つです。確かね、中島公園界隈のもうちょい今の場所の西の方だったと思うんだけど、屋台だったんだよね。結構気に入って何回か食べに行ったんだけど、ある日突然姿を消しちゃっててね。あらま。あれ、なくなっちゃったと思ったら、知らぬ間に立派なお店構えててね、すっかり有名になっててびっくりだで。2006年にはなんと食べログ日本一にもなったんだね。すごい。しかし面白い人生を生きてらっしゃる師匠ですね、鷲見師匠。なんとだってプロボクサーでもありタイランキング1位ですからね。プロボクサー？タイランキング1位？すげえかっちょええですね。若者よ、狼になれ。地平道を吐いて狼になれ。檻の中でブーブー言っている豚になるなってね。かっちょええ。なんか響くわね。何それ？落合信彦っていうジャーナリストの狼たちへの伝言というコラムさ。こっから引用したそうなんだよ、狼スープっていう屋号。いい名前だよね。狼スープでプロボクサーって超ワイルドだけど、ラーメンは優しいよね。そうさ、ラーメンのお味は赤ずきんちゃんなのさ。8. Minami Yojo Nishi 16. 2006. Ramen Iori. 2006年開業のいおりさん。なんとこれまた純炭系 OB のお店。調理場から聞こえてくる音で分かったよね。お、こりゃうまいぞって一人なのに小声でつぶやいてみた。高温で中華鍋を煽る美味しい音。しゃっきりもやしの予感。このしゃっきりもやしのお店がなかなかないんだよね。サイミー八の木、そしてここいおりで共通に感じるテイストだと思いますよ。あ、三つ葉もかな。あ、千歳のいおりとね。ふむふむ。もやしのシャッキリ感が全然違いますね。久々に美味しいと思わせてくれた味噌ラーメン。2006年にここ札幌のいおりを軌道に乗せ、2010年に千歳に出したみたいなんだよね。これはかなり上位の味噌ですよ。おじさんのラー壁的には札幌の三大味噌ラーメンです。ラー壁？性壁、食壁、ラー壁。9. Kitaniju Ichi Joe Higish 16. 2008. Wabi Suke. 2008年開業、東区にあるわびすけさん。こちらは鶏白湯煮干し醤油のお店。つけ麺も有名なのかしらね。鶏白湯煮干し醤油が好きでね、定期的に訪れているこのお店。出た、私の知らない抜けがけ店。このお店はおじさんが好きなこと全部やってくれてるんです。全部と言いますと、まさかのマヨ？まさかマヨはないっしょ。鶏白湯でしょ、濃厚魚介でしょ、隠れ柚子、自家製麺は太いパッツン系なんだけど、自家製麺？自家製麺は太いパッツン系なんだけど、何パッツン系って？ストレート低加水博多っぽいイメージ。太い博多麺みたいなこと？まあそんな感じかな。で、鶏白湯煮干し醤油しか食べたことなかったわびさんなんだけど、今回味噌ラーメン特集っていうことで必死に市内の巨匠たちの味噌を食べあさってたのさ。そんな中でキラリンと光ったのがわびさんの味噌ってわけ。醤油同様後から柚子が効いててうまかったね。後半の柚子美味しいよね。あれ助かる。おじさん的にはオーソドックスな札幌味噌は卒業気味なので、ここの味噌が一番ハマった味噌ラーメンですね。すごいずるい。10. Manami Nana Joe Nishi 9. 2009. Ebi Soba Ichigen. 2009年、また新星が現れます。すすきのの外れの五条軒、信玄といった名店がひしめくゾーン、エビそば一元は現れました。札幌のラーメン界に久々のインパクトだったんじゃないですかね。エビ吉の私にもとんでもなく魅惑的な一杯でございます。北海道の甘エビラーメンじゃそりゃ観光の皆さんも食べたいですわね。勢いすごすぎて東京にもあるし、世界の一元になっちゃいました。海外の方が国内より店舗数が多いですからね。台湾に2店舗、香港に5店舗。チェーン店イメージ強くなっちゃって名店扱いされなくなっちゃったもんね。間違いなく素晴らしいラーメンなんですけど、
今じゃ猫も杓子もエビラーメンになっちゃってね。そうだね。味噌、塩、醤油、エビみたいなラーメンの味の一種みたいなとこまで来ちゃってるよね。まあ味噌ラーメンもそうやって普及してきたんだからいいってことなのよね、多分。あ、そうか、そうだよね。味噌ラーメンの三平、エビラーメンの一元。次は何が来るのかしら。三平を、純粋系を、一元を超えるような味噌ラーメン。何が出るやら楽しみね。当たりはでかいよ、札幌味噌ラーメン。ラーメンよ、大塩いだけ。わお、ビッグフライ、大谷さん。Jakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Kaiwai the best des. Otanoshimini. See you soon. これ、ラーメンの麺作るのに乾水っていうのを使うんですけど、これ魚介系のスープと相性が悪くってね、時折アンモニア臭が出ちゃうんですよね。多分薄い味のスープは特にね。はいはい、出ますね。東京のエビそばの有名店があってね、東京まで食べに行ったのよ、わざわざ。もうね、このラーメンはね、丼が目の前に来た瞬間にツーンってこう無理だ、無理です、ごめんなさい。と思って、そんなに、怖い。アンモニアがきつくてね、乾水ってほら茹でてるお湯をまめに取り替えないと、どんどんアンモニア臭出しちゃうから、でもうとんでもない臭くって、もう出てきた。いや、もう一口食べてやっぱりダメだと思って出てきたね。いや、もちろんそんなラーメンを出すわけないんだけども、要するに本店は10席ぐらい多分小さい規模でやってるんだと思うんだよね。でそれで人気になって、オファーがあって大箱店を出したわけさ。なるほど。いや、なんかわいそうだな、なんとなくわかるからさ、これ多分大箱だからダメなんだよな、これなと思って。そうだよね。やっぱりね、何ヶ月か後にね、ラーメンの店に変わる。これも言ったらバレちゃうな。ピーだ。なくなってた。そっか。だからこの札幌のエビそばは、もう森泉さんが頑張ったのか、まあ豚骨だったから良かったのか、まあ、とにかく完璧に匂いを封じ込めてたよね。他のエビラーメンは多かれ少なかれちょっとやっぱり匂うもんね。そうだね。あと優しい味のラーメン屋さんもね。そうだね。このスープすっげえうまいんだけどアンモニーがっていう店はね結構ある。衝撃はおじさん大好きな某有名ラーメン店の塩ですよ。はいはい。一番好きだった塩ラーメンなのに、ある日突然麺が変わっちゃってて、その麺がめちゃめちゃアントニーだったんだよね。アンモニーがあれなんでだろうね。あんなに美味しかったのになんで変えちゃった。教えて。たまたまなのかな。嗅げば若干あるっていうレベルじゃないんだよね。辛い。ショックで3日間寝込んだよね。皆さんは感じたことありませんか？ありませんか？アントニーが見え隠れするんでこんにちは、アントニーですってたまに出てきます。ラーメンは難しいよね。だから